16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は世界に発信枕論文、整形外科医による枕と頸部痛の論文は少ないというタイトルでお話をしたいと思います。私の英語論文、枕に関する論文が2023年2月2日 The Journal of Physical Therapy Science というジャーナルに掲載されました。私にとっては初めての枕に関する英語論文が世界に公開されたわけです。論文のタイトルはChanges in Neck Pain and Somatic Symptoms Before and After the Adjustment of the Pillow Height ということで、これはですね、枕の高さを調節する前と後で首の痛みと、身体化症状が変化したという論文です。英語の論文は PubMed という英語論文検索エンジンで、探すことができますが、ここに公開されましたので、世界中の人が英語で論文を読めるとすれば、この私の論文を探し当てて読んでくださることができるようになったわけです。枕、ピローというキーワードで検索しても、ピローハイ、枕の高さというキーワードで検索しても出てまいります。2003年当時、日本における枕の論文はごくごくわずかでした。枕で検索しても、褥瘡用の枕とか、手術中のポジション用枕とか、赤ちゃんの窒息と枕、妊婦さんの、横向きで寝る時の抱き枕、ナーシング、看護における枕の利用、整体と枕などは出てきますが、整形外科領域の論文はごくごく少ないわけです。MRI の比較や頸椎捻挫の患者さんに対しての枕の方法、枕の素材に関するものがごくごくわずかあっただけです。世界でこの頸椎枕、首のために枕を整えるという概念のオリジナルは1940年代のルース・ジャクソン先生の研究です。ルース・ジャクソン先生はアメリカ整形外科学会の初の女性会員で、ルース・ジャクソン・オルソペディック・ソサエティを1983年に設立した頸椎のエキスパート、専門の先生です。ブルーに示すところにたくさんの、論文がありますし、緑で示す方は書籍、本ですね。首に関する書籍、論文がたくさんあります。右上の写真は私が、インターネットで購入した先生の古い著書です。次に枕に関する科学論文、文献と私の論文の考え方の比較です。左側に海外論文、右側に私の考えを示しています。国で見てみると、海外論文はオーストラリア、韓国、台湾、カナダなどにあり、パラパラと中国やアメリカ、ブラジル、イランなどでも出ているようです。研究分野としては生理学、人間工学、理学療法、カイロプラクティック、バイオロジカルサイエンス、メディカルエンジニアリングなどの分野が多いようです。もちろん私は整形外科の分野で論文を書きました。研究者も理学療法士やカイロプラクター、看護師、エンジニアが多いのに対して、私の論文は整形外科医が書いたわけです。興味の対象は、海外の多くの論文は枕のデザイン、快適性、首や、頭の圧迫力、圧、そして頸椎の並び、頸部痛、睡眠の質などに注目しております。一方、私は臨床症状、首の痛み、さまざまな症状、そして
睡眠の時の姿勢に着目しました。対象は多くの海外論文が無症候性の症状のない成人を対象に行っております。20代から40代ぐらいが多かったです。一方、私は有素者といって症状がある患者様を対象にしており、10代から80代まで研究を行ってきました。評価方法は一般的にはバス、痛みの評価、NDI、睡眠調査表、満足度スケールなどを用いていることが多いです。私も同じようにバスといって、痛みをスケール化して目に見える形にしているもの、NRS というスコア、そして SSS8 という今回の論文で用いた、特殊なアンケート方法、またレントゲンや MRI などの画像で検査を行っております。枕の重要な条件については、海外論文は素材、枕の形、頭のところの温度などに着目しており、一方私は指摘高さの枕における寝返りのスムーズさということを重視しています。枕の高さについての比較ですが、多くの海外論文は5センチぐらいの差で枕を比較しています。例えば5センチ、10センチ、14センチ。一方、私は5ミリ違いという桁違いのわずかなミリ数の差で見ております。枕の形状に関しては、海外論文では両サイドが高くて中央が低い枕、凹凸の枕、また首の下が高くて頭の方が低い枕、縦型の凹凸枕を利用していることが多いです。私は平らな枕が一番だと思っており、寝返りの時に肩が柔軟に動くことができるし、首をカーブにする必要はないというふうに主張しております。一番重要なのは枕の高さです。私と父は親子2代で整形外科医で枕外来を行ってまいりました。これは1970年代の父の古い枕です。枕のことを記載したカルテですけれども、ちょっと汚い字で見にくいですが、真ん中のあたりに枕の記録が写っております。姿勢、枕が重要だよってことを説明しているわけです。枕の心理をどうやって後世に残すか。今まで私は新聞や書籍、テレビなどで枕の重要性を訴えてきました。しかしそれらは時間とともに消えていく。人々の記憶からも消えていくし、書籍が絶版になってしまえば、もうその書籍を見る機会を失ってしまうわけです。テレビもだんだんに、古いデータを見ることが不可能になってきます。ですので、学術論文がないと世界がこの重要な枕の真理を認知することができない、真実が消え去ってしまうという危機に直面したわけです。そこで研究プロジェクトを組んで、多施設共同研究というチームを組みました。今回の英語論文はまさに東大の東大病院22世紀医療センター、そして岡山県の倉敷成人病センター、そして神奈川県の当院16号整形外科、3つの病院が共同して多施設で行った研究です。総合的な指揮、そしてデータサイエンス統計解析、論文調査、計画の実施実行、データ収集、さまざまな役割分担を行うことで、共同して研究を行ったわけです。当院におきましては、当院のスタッフ、受付、看護師、介護スタッフ、いろいろな、専門家が、力を合わせて研究の実施から、情報収集、そして論文のまとめまで多くの人の手を借りてこの研究が完成しました。論文の結論ですが、
MCID という特殊な方法、臨床的に意義のある最小変化率を用いて研究を行い、結果的には首の痛みが臨床的に意義のある変化をしたグループはもともと頸部痛が強い人々だったということと、枕を変更して満足度を感じるグループの方が首の痛みと自律神経症状が、改善する度合いが大きかったという結論に達しております。今回の英語論文を通じて私が伝えたかったこと、それは枕の高さ調節によって首の痛み、不眠、自律神経が症状が改善するという事実、つまり枕は整形外科の治療道具になり得るということ、そしてこの真実を世界中の臨床家や研究者に知ってもらいたい。そしてさらには枕を治療道具として使用してもらいたいという意図が込められています。以上が私の今回の英語論文の意義について、お話をした内容となっております。ぜひ皆様のコメント、質問ありましたらどんどん送ってください。ご清聴ありがとうございました。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。